ァインダーに全神経を集中させて被写体をフィルムに描いていきます。これまでに回したフィルムは実に35万フィート。日本が世界に誇る映画カメラマン宮川和夫さんです。宮川さんは今年85歳になりました。これまでコンビを組んだ監督は黒澤明、溝口健二、市川崑をはじめ日本を代表する映画監督ばかりで、その数は42人。撮影した劇映画は合計134本にも上ります。昭和25年に作られた映画「羅生門」のセットの額は今も宮川さんの自宅に大切に保存されています。羅生門は黒澤明監督が大英京都と1年の契約を結んで作った作品。黒澤監督はこの映画で初めて宮川さんとコンビを組みました。大英って言ったら宮川さんですわね、キャメラで。当然宮川君とも仕事したかったしね、羅生門撮る楽しみの一つはやっぱり宮川君と仕事をすることですよね。僕自体ああ食ったもんだけど黒沢思いもしなかったしね、本当。羅生門のカット尻と書かれたフィルム缶です。宮川さんの自宅には134本の映画のカット尻が全て残されています。カット尻とは撮影済みのネガフィルムの断片でテストピースとも言います。カメラマンがフィルムの現像の具合を見るために残すもので、このテストピースを頼りに照明やレンズの絞りの具合を決めました。映画「羅生門」のテストピースをつないだ映像です。テストピースは実際に映画に使われるカットの前後何コマかを切ったもので、このように映像として映し出されることはありません。テストピースに映っていた黒澤監督当時42歳。44歳の宮川さんとのコンビは情熱と情熱のぶつかり合いでした。僕の注文は要するに太陽の方をまこともに向けて撮ってくれと。で中には太陽を狙ったカットもあるからって、当時初めてなんですよ。その太陽へ向けて太陽そのものを撮るっていうのはね。僕自体のなんか絵のつかみ方とかなんとかとはやっぱり見極められたんだと思うけどね。黙って何も言わないんだもん。なんか向こうはあれだとか何も言わないの。お芝居するだって言って。とにかくここから見といてよお芝居やったらそれで適当につかむで。適当につかんで。僕勝手に大きさサイズだとかなんとかって言って聞くじゃん。サイズを大きく持ってきますからフルーツがって「いやそれお芝居によってあれだからいっぺんやってみるから」って「で君の思いで切っていって」って。羅生門の撮影は昭和25年の7月、奈良県内の森の中でスタートしました。ロケの初日、木こりが深い森。レール1本しかないんだけど、それをこう最初はロングからどっと切ってキャメラのレールの一番初めのとこでこうチークを当たってくると、それでつけて横移動で半身で掴んでずっとこっち来てて横側で持ってきて、それで今度これ向こう行って遠く行ってまた
7分ぐらいになってこうまでこれずっとつけ回して。移動するカメラのレールの上をさらに木こりがまたぐことで撮影が可能になりました。ロケの初日、意表をつく撮影方法で宮川さんは黒澤監督を驚かせました。最初にそこの青くてあれで黒澤この野郎なんかやると思ったんだろうけど、森の中の移動が最初に面白かったと思って面白かったらしいね。えらいご機嫌でその夜大変な大騒ぎになったんやけどね。鏡を使ったんですよね。鏡をこう日の当たってるとこからもこういろいろにこうつないで持ってきて、これの使い方が実に斬新だったし、面白い効果が出てますね。これは宮川君ですよ。その鏡使いましょうって言ったのは。普通野外の照明には銀紙を貼った反射板が使われますが、宮川さんはテストピースで判断しながら鏡による照明を行いました。衣装部から借りてきた大きな姿見です。これはとっても僕は有効だったね。まともにきつく当たりすぎてあれだったのと、前の方に枝を細かな枝かなんかふわっとこうやればボケるっていう鏡が効果で、鏡森の中で僕は光として成功してたのなんだってやっぱり鏡だな。衣装部にある鏡を無理言って2台持って撮影者のことかまっちゃい。一番苦労したのはね、その森の中に入っていく時でもいろいろ芝居してる時でも木の影をねこうたくさん顔に出したいんですよ。ところがね、森の木が大きいでしょ、高いでしょ。その梢の影がここに当たっててもそれはねぼやけてて映らないんですよ。影としてはなんかボワボワっとしてるだけで。だからキャメラに入らないギリギリのところにねこう金網みたいのを引っ張ってその上にこう木並べとかないとね影が間に出ないんですよ。それがねとても手間かかるんですよね。嘘って嘘なんだけど嘘をついて初めて感じが出るんですよね。羅生門のオープンセットで撮ってる時その空抜きになるところがあるでしょ。で白い空では雨見えないんですよね。それなんかね墨汁入れてね降らしたりね随分苦労しましたよ。見えないんですよ。いくら降らしても溶け込んじゃって。だいたい映画の雨ってのはね春雨でも暴風みたいに降らせないとね映らないでしょ。映画の雨っていうのは。羅生門っていう作品はカメラがまあいわば大活躍してる作品ですよね。他の作品に比べて。